こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日は私が住んでるこの部屋のルームツアーをしていこうと思います。今までたびたび動画に映ってたこの部屋なんですけど、ちゃんと紹介したことがないなと思って、この部屋がどんなところかっていうのを紹介していけたらと思います。まずここの家の基本的なスペックなんですけど、普通の賃貸アパートですね。ワンルームの、賃貸アパートになってます。場所は仙台市の青葉区にあります。広さがだいたい30平米くらいあるみたいで、この一室はだいたい12畳ぐらい。このキッチン多分含めてだと思いますけど。早速玄関から紹介していきたいと思います。ここに玄関があるんですけれども、ここの、玄関の照明が壊れてまして、明かりがつかない状態になってるんですよね。なので、すごく暗いんで紹介しづらいんですが、ここに玄関のドアがあって、ここに靴とか置いてあるっていう感じですね。こんな感じですね。で、ここに傘立てが一応あるんですけど、傘何本か持ってたの全部なくしちゃって、今この靴べらしか刺さってないっていう状態になってます。で、ドアの扉のところにこの磁石でくっつく山崎実業のやつなんですけど、マスクホルダーをつけてて、これ結構便利ですよ。最近はもうあまりマスクしなくなっちゃいましたが、ここに越してきた時はコロナ禍だったので、マスクここから1枚下からビュッと引き出して使えるっていうアイテムになってます。で、上に少しね、物を置けるスペースになってるんで、体温計とあんま使わないですけど、だからあれですね、本当にコロナの時の名残がまだ残ってるっていう感じ。今ほぼ使ってないですね。あとこれは物置の鍵です。入ってきて左側にはちょっとした下駄箱的なのがあって、ここにね、なんかいろいろ飾れるスペースがあるんで、適当に物を飾ってます。で、ここはですね、普通に靴が入ってるっていう感じですね。あんまり履かない靴とかをここに保管してて、こんな感じですね。下の方にスプレー缶とかを置くスペースをここに取ってます。ここにまとめて置いてますね。で、この上にも釣り戸棚的なのがあって、いろいろ収納してますね。あんまり綺麗じゃないですけど、ここは本当に使わないものっていう感じなんで、入居時からあんまりいじってなかったりするんで、めちゃくちゃごちゃごちゃしてます。で、玄関の脇にここトイレになってます。トイレはね、特筆すべきところはないんですけれども、こんな感じですね。特に紹介すべきところはないです。この上の棚にトイレットペーパーとかティッシュとかのストックを保管してるっていう感じですね。こんな感じ。で、ここにですね、配管の水抜きの操作パネルがあったりします。玄関、これね、わかりにくいですけど、結構高低差があるんですよね、この玄関。3、40センチ、座れるくらい高低差が。なので、ここに座って靴とか脱いだり履いたりできるのはいいポイントですね。こうなってますね。これね、今ソファーがちょっと壊れてて、その残骸が置くところがなくて、ここに置いてるっていう感じですが、邪魔ですね。で、玄関から入ってくると、ワンルームなんでね、いきなり一室があるっていう感じになってるんですけど、ここにね、1枚、扉があるんですよ、この家。こんな感じで、この、玄関と一室の間に扉があります。閉めると、なんか玄関は別の空間にあるみたいな感じになります。多分この扉が、この扉の奥にキッチンがあれば 1K になると思うんですけど、この部屋はキッチンと一室が同じところにあるんで、ワンルームっていう感じになってると思います。だから雰囲気的にはね、あんまりワンルームアパートって感じしないですけどね、この玄関の間に1枚扉があるんで。でもこれがあるおかげで、冷暖房の効率とか結構上がったりするんで、それはありがたいポイントですね。で、入ってすぐ左に、キッチンがある感じになってます。壁付けのキッチンじゃなくて、カウンター式のキッチンになってるんで、結構開放感があって、広いです。こんな感じですね。ここがキッチン。ここにシンクがあって、作業台があって、ガスコンロがあるって感じですね。このガスコンロは自分で用意したやつです。林内の。これはですね、これニトリだったかな？ニトリで買ったここにね、ガスの元栓があるんですけれども、ここの隙間をカバーできる棚みたいなやつで、ここデッドスペースになってたのが、ここに物とか置けるようになって、かなり便利。そして、この元栓の、部分にもね、汚れが飛ばなくて、ガードしてくれるっていうやつです。ここら辺掃除するの結構めんどくさいんで、
これでカバーしておくことによって、ここの上拭くだけでいいんで、かなり掃除が楽になります。で、上に換気扇がありまして、で、シンク周りはスポンジを浮かしてたりとか、そういう細かいことやってます。で、これもね、多分これもニトリで買った、これと同じシリーズだったんですけど、これね、洗剤とか石鹸とか置くスペースがないんですよね。なので、この台をここに置いて使ってます。これめちゃくちゃ使いやすいですね。ここ一応カウンターキッチンなんで、一応カウンターがついてるんですけど、カウンターとしては使ってなくて、こんな感じで、食器、水切りかごを置いてます。これもニトリのやつですね。これも、前使ってたのが結構ちっちゃかったんで、最近買い替えたんで、結構大きいやつに。ここで食器洗ってここに乾かすっていう。で、その上にはこれ突っ張り棒をつけて、いろいろ調理器具とかをフックでかけてすぐに取れるようにしてますね。パッと。必要な時にすぐ取れると。で、洗った時もここからすぐこっちに戻せるっていう感じで、この動線結構スムーズになるように考えました。調理中必要なものは大体ここにかかってるんで、本当にここのスペースだけで完結するっていう感じになってます。収納とかももう本当に見えないところは適当なんで汚いんですけど、この釣り戸棚的なところにはコップとか、あとタッパーとか、あとちょっとした日持ちするような食品を入れたりしてます。で、こっちには掃除用具とかですね、ラップとか、袋系はここに全部まとめてますね。仙台市はゴミ捨てる袋がね、指定の袋なんで、それとか、台所で使うビニール袋とかここにまとめてあったりとか、あと上にはね、スポンジとか洗剤のストックだったりとか、換気扇のフィルターの替えとか、そういうのが入ってます。で、下にはこれは主に食材ですね、ここは。食材が乱雑にぶち込んであります。冷蔵が必要ない食品は大体ここに入ってるかなっていう感じですね。油類とかもここで引き出せてすぐ使えるようにね、こんな感じになってたりとか、ボールとかこういうでっかいのも下に入れてます。あとこれは油をストックしとく、なんて言うんだっけ、やつです。あとここに、これは備え付けのやつですけど、包丁置く場所があります。今洗ってたんだな。うちは包丁、大中小みたいな感じで3本と、あとこれがパン切りナイフ的なやつですね。これがあります。包丁この IKEA のやつでこれ3本セットだった気がしますね。はい。こんな感じです。ここにはカトラリーが入ってますね。スプーン、フォーク、あと箸ですね。とナイフとか。ここには菜箸。で、手前にはこのちっちゃいフォークとか、箸置きとか、あと奥にレンゲとかしゃもじとか入ったりしてます。で、ここにはお米ですね。今、もうないんですけど、お米が入ってて、で、奥に缶詰とかをストックしてたりします。もうここ、明らかに米びつを入れる専用スペース的な感じですよね、多分。それ考えられて作ってると思います。で、このコンロの下は食器ですね。食器がもうここにひとまとめになって入ってて、すぐ取り出せるようになってます。あとこれ鍋の蓋とかも置いてますね。こんな感じで食器がここに綺麗に収まってます。この説明書ホルダーみたいなのは最初からついてました。キッチンの逆側ですね。逆側の壁には、この大きいシェルフを1個置いて、家電とか、調味料とか、そういうものを置いています。この棚自体は、IKEA のイーバルっていう、有名だと思うんですけど、組み合わせシェルフみたいな、棚板とか全部自分で選んで、組み立てられるっていうパイン材のシェルフです。これのスリムバージョンみたいな、この厚さが30センチぐらいのやつですね。結構薄いんですよ、ほら。これを1個ここに置いて、キッチンのこの収納として大活躍してます。一応、耐震に気を使って、耐震の突っ張り棒的なのをね、天井との間に置いてます。これやっぱりね、このシェルフね、奥行きが30センチしかないのに、高さが180センチとかあるんですよね。なのでめっちゃ不安定なんで、こんな感じで天井に突っ張り棒をかましてます。一番下にはゴミ箱ですね。この白いゴミ箱は多分カインズで買いましたね。こっちが資源ゴミで、
燃えるゴミですね。で、こっちがプラスチックゴミ。手を分けてます。で、一番右が、これ、瓶とか缶の、ゴミ箱ですね。仙台は、瓶、缶、ペットボトル、全部一緒にして捨てれるんですよ。なので、もうとりあえず洗ってここに入れて捨ててます。ゴミはね、この3つにまとめて捨ててるっていう感じですね。で、2段目には炊飯器と電子レンジがあります。炊飯器は東芝の特に何も機能とかないやつ。5合炊きのやつですね。私1日2、3合食べるので、これで毎日朝起きる時間にタイマーで合わせてご飯炊けるようにしてます。あとこれ何気に便利ですよ。この IKEA の立つしゃもじ。こうやって立つし、このしゃもじのこのヘラの部分が薄いんで、ご飯とかがね、潰れないってやつ。電子レンジ、オーブンレンジ、パナソニックのやつですね。パナソニックのオーブンレンジ。これはね、前ここに越してきた時は、譲ってもらった20年前くらいのナショナルの電子レンジ使ってたんですけど、全然頭なくなっちゃって、これは一昨年あたり買い替えましたね。もうこれも本当にシンプルなやつ。別に機能とかにこだわりないので、電子レンジとオーブンが使える、もう本当にシンプルなやつです。自動で、最近のいいやつだとここら辺になんか液晶がついててなんかレシピが出てきてみたいなのありますが、そういうのないも本当に単純なやつ。私オーブンはめちゃくちゃ頻繁に使うんで、オーブンの皿ここに置いてて、そんな感じのスペースになってます。で、ちなみにここは奥行きが足りなかったんで自分で DIY して棚を拡張してます。3段目にはこのコーヒーメーカーが置いてありますね。主にもうコーヒースペースっていう、ドリンクスペースって感じです。デロンギのコーヒーメーカー。このね、ドリップコーヒーもエスプレッソも入れることができる複合型のコーヒーメーカーになってます。で、ミルクフォームも作ることができるんで、カフェラテも作ることができるっていう、これめちゃくちゃ気に入ってるコーヒーメーカーです。でこれがコーヒーのフィルター。ちなみに紙フィルター派ですね。てか、これがコーヒーの豆。で、これもすごい古いやつ。これ家族からもらったやつなんですけど、これもナショナルですよ。ナショナルの、コーヒーグラインダー、コーヒーミルです。うちはこのコーヒーメーカーミルはついてないんで、重宝してますね。で、お隣にあるのが、これはソーダストリーム、炭酸水メーカーです。結構私ハイボールとかが好きで、いちいち炭酸水買ってくるのもめんどくさいんで、炭酸水メーカーで炭酸を作ってます。ここにこの専用のボトルがあるんですけど、ここに差し込んで、こう押すと、こんな感じで炭酸水が作れるっていうマシンです。で、これはお茶ですね。お茶も私寝る前にお茶飲む習慣があって、緑茶と紅茶があります。で、この上には、これ計量カップですね。計量カップ。あとこれは急須です。お茶を入れる時の急須。これハリオのやつですね。ニトリで買いました。で、奥にはたまにやるコーヒーのハンドドリップ用の器具があります。これドリッパーですね。これはキントーのドリッパー。これプレゼントでもらったやつです。で、これがコーヒー用のケトル。ドリップコーヒー用のケトルなんですけど、これもね、猪苗代にある、ルーツ猪苗代というところの、なんか雑貨屋さんで買って、そこの店主の人がなんか実際に使ってたやつみたいで、それで結構愛着が湧きましたね。こう、お湯の温度とかもこうやって測れるっていうやつです。ここに調味料、よく使う調味料とかここにすぐ使えるように置いてますね。輪切り唐辛子とか、あとマジックソルト、塩コショウ、で、ブラックペッパー、七味。これらは常備させております。で、この奥にあるのが爪楊枝。で、これはスライサーですね。スライサー。これ野菜、玉ねぎとかスライスするときに使ってます。で、これは塩コショウ。塩コショウですね。塩コショウじゃないね。砂糖と塩です。これが塩で、こっちが砂糖。で、奥にあるのがこれ。もう本当にあんま使わないですけどね。マキネッタです。エスプレッソを入れることができる。ガスの火でエスプレッソ入れることができるやつです。で、これはウイスキーのボトルの先っぽにつけてね、30ml ちょうど出してくれるっていうポーラーですね。で、これはティファールのケトルです。もう特に温度調整とかはできなくて、もう沸騰するまで沸かすっていうシンプルなやつです。で、これ上にはコースターとか、この布巾とかね、そういうものを置いてます。これはたまに飲むハーブ茶。で、スペースは有効活用ということで、この脇にもいろいろ置いてます。これはまな板。IKEA で99円ぐらいのまな板。
これ3、4枚あるんですけど、まな板なんか、前大きいの使ってたんですけれども、ちょっと邪魔だったんで、このちっちゃいのいっぱい買って、汚れたらすぐに洗うみたいな感じで。まあ場所も取んないんで何枚も、今もそこに2枚ぐらい乾かしちゃって、そういう感じで置いてます。で、これは卓上のほうきですね。で、これは掃除用のアルコール。で、これがね、なんか、ビニール袋とかを立てておけるスタンド。こうなんか料理とかをビニール袋に入れて保存するとかって時に、ここに袋をかけて、料理を入れる時に袋をキープしといてくれるっていうやつです。あと、こうボトルとか、こういうのを乾かす時に、こんな感じで水切りスタンドにもなったりするっていう。これめちゃくちゃ便利です。で、これは計量スケール。ハンドドリップする時とかのこれでコーヒー豆とかお湯の、量を測ったりします。これもね、結構万能なんですけど、これ IKEA の鍋敷兼鍋つかみになってて、これシリコン素材になってて、滑り止めになるんですよ。こうやって置くと滑らない。だからこの上に鍋敷としてすごい、なんか上にね、熱い鍋置いた時もグラグラしないって感じ。あとこれね、鍋つかみにもなるんですよね。例えばこのオーブンのこれとかこうやって柔軟にこれ曲がるので、こうやって熱いものを持ったりするときにも便利という鍋敷兼鍋つかみ。そんな感じでね、このシェルフにはめちゃくちゃいろんなものが載ってて、この台所に必須になってます。で、これが冷蔵庫ですね。ハイアールの冷蔵庫。なるべくね、この冷蔵庫とか結構圧迫感あるし、なるべくシンプルなのがいいと思って、この扉のデザインがシンプルなものを選びました。変な装飾とかないやつで、なるべく主張してほしくないと思ったんで。中はこんな感じですね。だいたいこのドアポケットには牛乳とかこういう大きいボトルとか入ってます。で、この中間の段には調味料とかいっぱい置いてます。で、上にこれ卵置き場がここにあったんで。あとこれめちゃくちゃ便利ですよ。これ100円ショップで手に入れたんですけど、このチューブ型の、調味料をストックしとけるスタンド。こういうのね、冷蔵庫の中で倒れて行方不明になったりするんで。で、しかもこうやってかけられるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですね。わさび欲しいなと思ってね、行方不明になることがあったんですが、これ、あとはこうスポット。これ便利です。冷蔵庫の中はもう本当に、食べ物放り込んでるだけなので、あんまり見た目は良くない。でも工夫してるところといえば、こういうなんかトレイみたいなのを使って、こうズルズルズルっとこう、結構奥のものにね、こう手伸ばすの大変じゃないですか。なんでこうズルズルズルっとこうやって引っ張って、奥のアイテムにもアクセスできるようなね、こういうことはしております。で、冷凍庫。そう、この冷蔵庫ね、冷凍庫が大きくて気に入ってます。今あんまり入ってないんですけどね、冷凍庫が結構大きいですね。で、冷蔵庫の上には鍋とかフライパンとか置いてますね。そう、これもね、便利で、このティファールの、取っ手が外せるタイプの、フライパンと鍋を使ってますね。取っ手はここにかけてるんですけど、これです。もう結構鍋とかフライパンとかってこう、取っ手があると取り回しが難しいし、保管しとくときも場所取るし、ですが、これはね、取っ手がないので、めちゃくちゃ小スペースに保管ができます。こんな感じですね。ガチャッと。はい。こんな感じで。調理中とかもこれ、外しておけば、ひっくり返したりしなくて安全っていうのもあります。ちなみにね、3年間使って一度も外れたことはないんで、かなり安全だと思いますね。もうこれ使ってから別に一個一個に取っ手で確かに1個でいいよなと思って、わざわざこう、取っ手ついてなくてもいいなっていう感じで思って、これね、このティファールのやつ、かなりおすすめです。で、このスタックするときはこう傷つかないように、この IKEA の鍋を重ねるときのね、こういうのをつけて置いてます。で、そう、これね、取っ手がついてないってことは、これオーブンで使えるんですよ、オーブンで。これがめちゃくちゃ便利です。普通のフライパンって取っ手とかプラスチックだと、オーブンとか、使えないと思うんですけど、これはね、オール金属なんで、ここにね、肉とか置いて、で、そのままオーブンに入れて調理できる。で、しかもこの取っ手を使えば、鍋つかみなしでこうやって取り出すこともできるみたいな、そんな感じのやつで。で、オーブンの中も汚れないですよね。もう全部汚れがここに溜まるので、めちゃくちゃ便利。マジで便利です。これはあれですね、電子レンジの中で使う蓋。で、奥にはホットプレートとか、あとあれ、サラダスピナーとか
みじん切りにするやつがあったりします。はい、ということで、かなりね、このキッチン、細かく紹介しましたが、個人的にはめちゃくちゃ便利だと思ってますね。自分の使いやすいものの配置にしたんで、もう体が勝手に動いてくれるみたいな感じで、脳みそを使わずに行動できます。なかなかこの3年間いろいろ考えて改良してきたスペースなので、かなりいろいろと工夫が詰まってる空間です。で、こっちがですね、脱衣所ですね。洗面台があって、洗濯機があってっていうスペースですね。洗濯機はハイアールの 5.5 キロのやつです。洗面台周りはこんな感じですね。で、ここの棚にいろいろ脱衣所で使うものが置いたりしてますね。歯ブラシとか、化粧水。ちなみに化粧水は無印良品のやつを使ってますね。これがね、一番肌に合ってるというか、結構ね、いいやつとかもいろいろ使ってみたんですけれども、結局この無印良品のやつが、なんだかんだ一番肌に合ってて、安いし、これ1本多分600円とかで買えますよね。なので安いし、どこでも手に入る。無印良品があるところであれば、どこでも、海外でも手に入るんで、これはかなりお気に入り。香水は私はザラで適当に買って使ってます。あとこれは紫外線カットの、日焼け止めね。で、綿棒とか、お腹壊しやすいんで、胃腸薬、ずっとここに置いてあります。で、これはお風呂入ってる時にスマホを充電できるようにするワイヤレスの充電パッド。これ IKEA のやつですね。で、ドライヤー、サロニアのドライヤー。で、これは家では使わないんですけれども、旅行に行く時にこの化粧水と乳液と洗顔、そしてハンドクリームが入ったポーチですね。家では使わないんですけど、どっか行く時にバックパックにこれを入れて持ってってるっていう感じですね。これ全部このポーチもこの中の入れ物も全部無印です。もう無印ね、もうめちゃくちゃ愛用してます。もうかれこれ3年ぐらいはもう無印の化粧品を毎日朝晩塗ってるんでもう欠かせない感じ。で、ここにはちょっと怖くて乗れない体重計があります。この家で一番怖いものです。で、これ除湿機、洗濯物乾かすのに使ってたんですが、今ちょっと調子悪くて使えてない感じですね。で、これが洗濯カゴ。ちなみにこの上にね、突っ張り棒を置いて、洗濯物を乾かしております。バスマット、これ珪藻土のバスマット使ってますね。これこの上に登ると足の水分を吸収してくれて、びしょびしょにならずに済みます。しかもこれ洗濯とかしなくていいんで、洗濯物も減るし衛生的だし、珪藻土マットめちゃくちゃいいです。で、この上の棚にはこれタオルですね。バスタオルとハンドタオルが置いてあります。あとこのポリタンク的なやつは掃除の時とかに使ったりしますね。あと非常用とかにもいいかなと思って。で、洗濯洗剤と、柔軟剤と漂白剤があります。洗剤はですね、別にこだわりはなくて、その時の一番安いのを使ってるんですけど、買い物に行くたびに洗濯洗剤が変わります。で、これは洗濯ネットです。これ結構優秀で、曇り止め、この鏡に曇り止めが入ってて若干ヒーターが入ってるんですよね。なので、曇らないっていう、これめちゃくちゃいいシステムです。で、ここ浴室。はい、こんな感じです。浴室もね、もう本当に掃除とかめんどくさいんで、なるべく物を置かないようにしてますね。結構洗い場も浴槽もちゃんと広くて、1メートル ×1.5 メートルぐらいあって、普通にシャワーも快適に浴びれるし、お風呂もね、これ、浴槽も足は伸ばせないですが、普通に肩まで浸かれる浴槽です。で、ここには掃除用具類がぶら下がってて、この石鹸の、ディスペンサーとかは磁石でくっつく浮かせられるタイプを使ってますね。そうするとこの下のぬめりとかカビとか発生しなくて、これは掃除が楽になります。で、これもそうですね。これ山崎実業のやつなんですけど、この洗顔フォームと、このシェーバー、これも磁石でくっつけられるやつで、体洗うタオルとシェービングフォームです。で、キッチンカウンター。こっち、一室側から見るとこんな感じになってて、ここにですね、コーヒーのお供に食べるお菓子がいろいろ入ってますね。で、これは、IKEA で買った Wi-Fi スピーカーです。ソノスのスピーカー。システムはソノスなんですけど、販売は IKEA でやってる。てかデザインとか販売は IKEA でやってるっていうスピーカーです。Wi-Fi で接続できるんで、
そのいちいちBluetooth とかと違ってこう電源入れて接続してとかやんなくても iPhone とかであれば AirPlay でね、接続できるんで、もう本当に音楽聴きたいなと思ったらすぐ聴けるっていう。もうこのスピーカーがあることによってね、もうとにかくね、朝起きたらすぐ音楽かけるんですよ。ベッドから出る前に iPhone から操作して。でもずっと音楽かけてますね。ここで台所でいろいろやってる時とかもずっとこれで音楽流しとけて。これ多分360度スピーカーではないんですけれども、まあでも一応形がね、丸いんで、部屋の中心に置いとけばいろんなところで音楽が楽しめる。しかもこれね、一応テーブルランプになってるんですよ。ここに明かりがつくので。これめちゃくちゃこの一人暮らしに欠かせないアイテム。いつでも音楽聴けるっていう。ここの壁にはこれインターホンが入ってますね。こう、カラーの液晶がついたモニター付き、これ聞こえてんのかなモニター付き、インターホンがあります。で、これは温度計とかですね。温度と湿度が出るのをここに置いてますね。まあ大体ここも部屋の中心とかなんで、大体ここで温度と湿度を確認して室温管理してます。まあね、この反対側にはカレンダーとか、カレンダー全然見てないから、めくってないな。で、ここにいろいろこう画鋲とかさせるコルクボード的なのがあるんですけど、なんか忘れたくない重要なやつをここに貼ったりしてますが、今何も貼ってないですね。はい、ということでメインの一室の紹介をしていこうと思います。全体はこんな感じになってます。はい。まず入るとすぐ左にデスクがありますね。デスクスペースの結構な時間をここで過ごしてると思います。なので結構お気に入りスペースですね。ここにデスクがあります。デスクはこれ IKEA のやつですね。天板も足もキャビネットも IKEA のやつです。もう去年借り換えたやつなんですけど、この緑色の深緑的な色の天板結構落ち着いた印象で気に入ってます。で、この断面が印刷ですけど木目調になってて、でこのワークチェアも IKEA のやつです。これも去年買い替えましたね。まあ大体このデスク真ん中で分かれてて、こっち側がなんかこういろいろ手を動かす作業スペースでね、いろいろなんか作ったりクリエイティブな作業が好きなので、プラモデル作ったりとかそういうの趣味なんで、ここはそういう、何でも作業ができるフリースペース。まあそれこそ撮影に使ったりもするしっていうようなスペースで、ここはいつも開けてます。で、これが充電ステーションになってます。これアンカーのマグネットでくっつくケーブルホルダー。これで、まあ、今のところタイプ C2 本とライトニングケーブルとアップローチの充電器。もうここで充電は完結できるようにしてますね。いろんなとこで充電してたりすると忘れるし、ケーブルとかもどこにいたか分かんなくなっちゃうんで、家の中の、デバイスとか、携帯とかカメラとか、そういうのの充電は全部ここでやるようにしてます。で、こっち半分は PC スペースになってます。これは、2022年に発売された M2 チップ搭載の MacBook Air です。これですね。めちゃくちゃ薄いんで、薄くて軽くて、動作も速くて気に入っております。モニターは、Acer のちょっと変わってて28インチの 4K モニターです。これはもうかれこれ前のパソコンの時から使ってますので5年くらい使ってる、めちゃくちゃ気に入ってるモニターですね。で、これ上にね、デスクライトをつけてて、このモニターの上につけるタイプのバーライトを使ってますね。このマテックっていう日本のブランドらしいんですけど、のものを使ってて、これが今明るいんであんまわかんないんですけど、この本当にデスクの天板の上だけを照らしてくれるっていうやつなんですよね。本当にここだけピンポイントで明るくなってくれるっていうやつでめちゃくちゃ気に入っております。で、光源が直接目に入らないんで眩しくないんですよね。これもデスク上で欠かせないアイテムですね。マウスはロジクールの G502 っていう、これも昔から愛用してるマウスなんですけど、もう未だにね、もうこれかれこれ5年ぐらい使ってますが、未だにこれよりも手に馴染むマウスっていうのを見つけられてないっていう感じで、ロジクールの G502 めちゃくちゃお気に入りのマウスです。で、これは10キーですね。このパソコン10キーがついてないんで、これはマイクロソフトの、もう今廃盤になっちゃいましたが、マイクロソフトの10キー使ってます。これも薄型で、携帯性がいいんで気に入ってます。これはワイヤレス充電器ですね。スタンドタイプのワイヤレス充電器。
いつもここで作業するときは、スマホをここに置いといて充電できるし、なんか通知とか来たらすぐわかるように、スマホの定位置がここになってます。で、これマウスバンジーですね。これめちゃくちゃ便利。もっとみんな使ったらいいのにと思うんですけど、IKEA のやつですけど、これ有線のマウス使ってると、このケーブルが結構邪魔になったりとか、こうケーブルに引っ張られて奥にマウスが落ちちゃったりすると思うんですけど、それを軽減してくれるってやつで、ケーブルがね、全く邪魔にならないんですよね。このバネになってて、ケーブルが全く邪魔にならず、マウスを使うことができるっていうアイテムです。私ね、このデスクに置いとくマウスは有線派なんですよね。なぜかというと充電するのがめんどくさいからですね。あと重い。持ち運び用に1個ワイヤレスマウス持ってるんですけれども、もう家で使うのはもうこの G502 のこの有線マウス。これなきゃもう全然作業できないっていう感じですね。こっち側にもちょっと天板、これ前使ってた天板なんですけど、これは延長しててこのキャビネットの上まで。ここがこう陸続き的な感じになっててね。この緑の天板、幅が140センチあるんですけど、さらにこれ40センチだったかな。増やしてるので、180センチの長さのデスクになってます。めちゃくちゃ使いやすいです。大体この編集のデータは全部この1テラの SSD に入ってますね。で、これが編集時に使うイヤーポッツとか、あとこの MacBook ね、このサンダーボルトの端子が2つしかないんで、このモニターとかいろいろ外部機器接続するのに、このアンカーの USB ハブ。これを使って、あれですね、SD カードとかもね、カメラで撮ったデータとかここに入れられます。これも置いてますね。こんな感じです。なので MacBook 持ち出すときはもうこれ取り外せばいいというような感じになってます。で、これはガジェットポーチ。外でいろいろ、もうこれさえバックパックに入れとけば、このケーブル類とかこうガジェット、いろいろ入ってるんで、これも本当に外出時には欠かせないアイテムです。で、これはキャビネットですね。IKEA のアレックスっていう、これも結構 IKEA の定番商品だと思うんですけど、キャビネット。ここにいろいろ物を入れて、使いやすく散らかんないようにしてますね。一番上にはもう頻繁に使うようなものを入れておりますね。もうすぐデスク上で使いたいものとか、あとどっか出かけるときに必ずカバンに入れるものとかが入ってます。2段目は結構細々としたものがいろいろ入ってるんですけれども、このグレーのトレイみたいなのにね、これ入ってると思うんですけど、これもこの IKEA のやつで、このキャビネット専用設計のやつで、細かいものをこうやってきれいに収納してすぐ取り出せるっていうアイテムになってます。で、3段目、これはいろいろなんかツールがいろいろ入ってますね。工具とか、そういうツールをここに入れるようにしてますね。結構私はクリエイティブなことが好きだったりするので、ここにツールをまとめておいてすぐに使えるようにしてますね。で、4段目にはいろいろなんか作る時の材料とか、いろんなものがごちゃごちゃ入ってますね。で、一番下にはこの一眼レフのカメラとかここに入ってたりとか、いろんな書類とかね、ここに入ってます。デスク周りはそんな感じですね。デスクの背中側はこんな感じになってます。ここに Wi-Fi ルーターがあります。これもね、今年になって買い替えたやつなんですけど、TP リンクの Wi-Fi ルーターにしました。少しは速度上がったんですが、そんなに速くはないですね。で、ここにはですね、この地元で撮られた写真が印刷されたポストカードを貼ってますね。この地元の景色をここでいつでも見られるっていうので、こんな感じですね。ここも気に入ってるポイントです。絶景がこうやって。で、下にはこれですね、このいつも使ってるノースフェイスのバックパック。これはいつもここに帰ってきたら置くようにしてますね。いろいろ作業中にこのバックパックに取り出したり入れたりするのもここが楽なので置いてます。で、このスツールは何気いろいろ役に立ってて、台所とかでご飯食べるときはこれ持ってってここに座ったりとか、誰か来たときは椅子足りないときはこれ持ってったりとか、あとテーブルとかにもなるし、なんか何にでも使えるスツール。これも IKEA のやつですけど、これめちゃくちゃ便利です。で、このデスクの奥進むと、ここがリビングエリアになってますね。ここにソファーがあって、テレビがあるっていう場所になってます。ソファーはですね、これ、IKEA の中古で買った、ソファーなんですけれども、見ての通りちょっと壊れてて、足がね、壊れちゃって。さっき玄関に残骸があったと思うんですけど、このね、肘掛けのところが壊れちゃって、あっち側ね、ないと思うんですけど。で、足もね、壊れちゃったので、木の板を下にかまして、なんとか保ってるって感じですが、ちょっとこれは
なんか考えないとなと思っております。もうソファーもこれ処分しちゃって、ちっちゃめのダイニングテーブルとか置いてもいいのかなと思ったりもしてますが、ちょっとそれは考え中です。なかなかね、処分するのも大変なので、ちょっとそれは考え中ですが、でも、このソファー座り心地はすごい良くて、この座面の奥行きが結構長いんですよね。90センチぐらいあるんですよ。なので、もたれかかるような姿勢で、座ることができるので、めちゃくちゃリラックスできます。で、この肘掛けにもクッションが入ってるんで、ここにこう枕代わりにして、少し横になったりもできるっていう、結構気に入ってるソファーではあります。このセンターテーブルは、このテーブルも IKEA のやつで、これも結構あれですよね。定番商品というか、結構 IKEA で推してる商品だと思うんですけど、ガラステーブルですね。この竹材でできたガラステーブル。このソファーでゆっくりするときは、ここにコーヒーとか置いてゆっくりしてます。あと晩酌するときも、ここが晩酌スペースになりますね。で、この下は、このティッシュとか、あとこれはリモコンこのトレイに全部入れて、これリモコンスペースになってますね。もうこういうのも、リモコンとかも絶対なくすので、もう必ずここに置くようにして、もうリモコンのこれが定位置になってますね。これは膝掛けですね。たまにこうソファーに座ってて寒くなることがあるんで、膝掛けをここに置いてます。このバスケットも IKEA のやつです。やっぱこの竹もそうですけど、天然素材があると雰囲気いいですよね。ちなみにデスクにもありましたが、このゴミ箱、これカインズのやつなんですけど、中の袋が見えないタイプのゴミ箱で、結構ゴミ箱とかって生活感が出てしまうポイントだと思うんですけれども、これだとこの白いカバーで隠してくれるっていうので気に入っておりますね。で、これがちょっと内側にこの縁が傾いてるんで、こう投げて入れた時にこのヒットする確率が高いっていう。はい。で、これが、テレビです。テレビはですね、これアイリスオーヤマの42型だから43型の 4K テレビですね。これめちゃくちゃ安くて、確かね、それも Amazon のセールの時に買って、もう一昨年ぐらいの話ですけど、多分3万円くらいで買ったんじゃないかなっていう。これはなかなかのお買い得だった気がします。で、テレビに Apple TV をつないで使ってますね。このテレビの中に入ってますが、これ、Apple TV を接続して使っております。やっぱり私携帯マイフォンだし、Apple 製品を多く使ってるっていうこともあって、Apple TV も本当にあたかもね、既存のテレビを Apple 製品のように扱えるようにしてくれるっていうことで、これはめちゃくちゃ気に入ってますね。テレビでは主に YouTube 見たりなんか映画とか見たりしてます。地上波はあんま見ないですね。一応繋がってはいるんですけど、地上波はほぼ見ないです。もう完全に YouTube 専用機っていう感じになってますね。でもそれだけ YouTube 見るの好きなんで、もう YouTube 見るだけでも十分活用できてる感があります。で、両側にはスピーカーがあります。あれはね、多分中古で買ったスピーカーで自分でDIY したりしてるんですけれども、音響かどっかのスピーカーでしたかね。今はなき音響のスピーカー。スピーカースタンドは多分 JBL ですね。これは実家にいる頃から使ってたやつです。で、テレビ台はこれ IKEA のやつで、これも有名だと思うんですけど、ベストっていう、これも組み合わせキャビネット的なやつで、それのこのフレームのキャビネットも白。で、扉もこの白枠にガラスみたいなのを選んで、幅は120センチですね。このガラスの扉になってるんで、リモコンの電波が届くんでね、いろいろ中に機械を入れても電波が通るっていう感じになってますね。下にあるのはこのヤマハのアンプでスピーカーにつながっております。結構私音もこだわってて、これオーディオとかもこだわりあるんで、ちゃんとしたアンプにスピーカーつないで使ってるっていう感じですね。上には、あれは ONU、そして Apple TV が入ってます。テレビ台の上は適当に飾り付けをしてますね。地元会津の赤べこのカプセルトイで出てきたおもちゃとか適当に飾り付けをしてます。で、そう、私ね、お香がすごい好きで、一日何本も炊くんですよ。ここにお香立てがあるんですけど、インドのお香が好きで、ここにいっぱいストックがあるんですよ。1箱20本入ってて、もうかれこれ10箱以上あるっていう感じで、この HEM っていうブランドのお香が気に入ってて、インドのブランドらしいんですけど、お香をね、もう本当にたくさん炊いてますね。すごい好きなので。で、このお香立てもアジア系の雑貨が売ってるセレクトショップで買ったハンドメイドのね、お香立てで。なんて言うんだろうな、この材質は。なんか石じゃないんですけど、なんでだろうな、彫刻刀とかで彫って
こういうデザインできるやつですね。こう、石なのかな、ハンコとかに使われるようなやつですね、多分。このすごいなんか、ハンドメイドでこれ、全部彫ったデザイン。これめちゃくちゃ気に入っております。誰かが一生懸命、インドかどっかの人が作ってくれたお香立て。これもね、これすごいお気に入りのアイテムです。いつもこの、お香立てにお香立てて炊いてますね。このドライフラワーは地元で買ったやつですね。観葉植物をね、いろいろね、部屋にね、置きたいなと思ったんですけど、なかなか世話するのとかも大変だと思ったんで、ドライフラワーならね、いいなと思ったので、この大きめのドライフラワーをこう、アクセントとして置いてます。でもあんまりね、いい意味で主張しすぎなくて、結構いい感じです。これも気に入ってますね。地元の会津の湯川の方だっけかな、湯川とか番下とか、あそこら辺ので作られたやつみたいです。ここには加湿器があります。最近買い替えた加湿器。もう本当にね、この部屋、冬は乾燥しまくって、もう喉は痛いし、指は赤切れが起こるしって感じで、本当大変なんで、この加湿器はね、もう今、これ5リットルぐらい入る、かなりね、強いやつなんですけど、これもフルパワーで回して、やっと湿度が 50% ぐらいになるかなっていう感じで、ほんとこれをね、回さないと、10% 台とかになって、ほんと息するのも辛いぐらいになってくるんで、もう冬はもうずっと回してますね。でもね、湿度を上げたら結構エアコンの設定温度、18度とか19度とかでも温まったりするんで、とりあえず加湿器だけは回しておりますね。窓ですね。この部屋、この大きい窓がついてて、これもお気に入りですね。幅も2メートル近くあって、高さも自分の身長より高い2メートルぐらいあって、これがあることによってこの部屋めちゃくちゃ明るいんですよね。しかも角部屋なんで、こっちにも窓がついてるっていうので、かなりこの部屋明るくて気に入ってます。で、一応ベランダ的なのは一応あるんですが、もう人間が出れないくらいの幅しかないです。ただの、ベランダっていうかただのフェンスみたいな感じですね。ほら。30センチぐらいしかない。本当はね、ここで外でゆっくり椅子とか置いてコーヒーとか飲みたかったんですけど、そんなことできるスペースじゃない。そもそも外に出た状態でこの扉閉められませんからね。そのくらいのスペースしかないです。ここ紹介してませんでしたね。一応この部屋結構大きめのウォークインクローゼットがあって、なのでかなり収納は充実してるんですが、綺麗ではないですね。もう本当にここに物を押し込んでるっていう感じなので、綺麗ではないですが、結構便利です。ここら辺に掃除用具とかがあったりとか、服が衣装ケースに入ってて、結構このハンガーラックとかにも、広いスペースあるんで服をいっぱいかけてます。この3段ある衣装ケースも長袖、半袖とかで分けてて、結構使い分けしてますね。で、こっちにもあれですね、パーカーとか上に羽織る系のものとか、あと、ボトムとかここにかけて取り出せるようにしてますね。こいつはね、一応布団です。これ IKEA のやつなんですけど、誰か来た時に、寝れるためにする布団と、あとこれはトレーニングマット。私寝る前に必ず体を伸ばして寝るんですけど、その時にここに敷いてストレッチをしてます。これ結構弾力あるタイプのやつで、これ Amazon ベーシックのやつなんですけど、気に入ってます。上にはこれ、スーツケースがあります。大きい。70リットルとかの結構大きめのスーツケースとかありますね。アップル製品の箱があそこに。なかなかやっぱアップル製品の箱は捨てられなくて、あそこに押し合ってますね。掃除機はこれアイリスオーヤマのこのスティックタイプのワイヤレスの掃除機使ってるんですが、あんまり吸引力がね、高くないんですが、でも掃除が結構これで楽になります。で、これ面白いのが、ここにホコリを取るこのモフモフがついてるんですけど、これ掃除機の電源入れてここに突っ込むとホコリを取ってくれるんですよ。そんなものがあったりします。ここ開けとくと結構ごちゃっとしてるんですが、もうここの扉閉めちゃえば結構スッキリした感じになりますね。はい、で最後は、ベッド周り、人生の3分の1ぐらいをここで過ごしてるっていう場所になりますが、ベッドはね、これ、マットレスはニトリのやつを使ってますね。これかなり気に入ってて、これもちゃんと実際に店舗で寝てみて、その専門の店員さんに選んでもらったやつなんで、かなり気に入っておりますね。結構柔らかめのやつが好きで、結構柔らかいベッドです。マットレスがね、2つ重なってるんですよ。このベースのやつと上のやつ。自分に合っためちゃくちゃいいマットレス。
もうこれ以上に寝心地がいいマットレスを見つけるのはなかなか大変だと思いますよ。これ毛布はIKEAのやつ。で、掛け布団はこれは実家から持ってきた羽毛布団ですね。多分結構いいやつだと思いますね。結構重めのやつ。掛け布団結構重いのが好きなんですよね。こう、圧力をかけてくれたのが好きなんで。なんか前はこの掛け布団の中に毛布を敷いて寝てたんですけれども、掛け布団の上に毛布の方がなんかあったかいらしいんですよね。確かになんか熱が逃げない感じがして、なんか肌触り的にね、毛布の方が肌触り良くて好きなんですけど、掛け布団の上に毛布の方があったかいらしいです。なので冬はこれにして寝てますね。枕はこれは無印のやつかな。で、この後ろのクッションも、後ろのクッションはこれ IKEA のやつですね。ちなみにこのシーツは IKEA です。で、これがサイドテーブルですね。ここには寝てる時に必要なもの、ティッシュとか、あと私メガネかけてるんでメガネケースは置いといて、あとニベアのハンドクリームはもう必ず寝る時に、手に塗ってます。じゃないともうひび割れてくるんでね。あとエアコンのリモコンとかもすぐ操作できるように置いといたりとか。で、このサイドテーブルのも IKEA のやつですね。結構ベッドの横に物を置きたい人なので結構大きめのものを使ってます。で、このベッドの足元には、姿見があって、ここでちょうどこの脇のクローゼットに服とかが入ってるんで、ここで着替えてここで確認するっていう感じになってますね。で、ここの椅子には明日着る服とか、あと部屋着なんかを置いたりしてますね。ちなみにこのカーペットはちょっと愛着があって、さっき紹介したお香立てと一緒のアジアな雑貨が売ってる、セレクトショップで買った、これもインド製のラグです。これもめちゃくちゃ気に入っておりますね。もうなんかデザインがね、なんかすごい好きで衝動買いしたラグなんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってます。で、ちなみにですね、このベッドのフレーム、これは自分で DIY したものになります。このよくあるカラーボックスを買って、で、その上にスノコを敷いて自分で DIY したっていうベッドフレームになってます。こっちに来た頃は、このマットレスの下にスノコを敷いて、だからほぼ床に置いてたような状態だったんですけど、寒かったんですよね。めちゃくちゃ寒かったのと、あと下に収納が欲しかったので、自分で作ったっていう感じ。これいろんな人に褒められましたね、なんか。で、下も結構ね、高さが多分40センチぐらいあるんで、収納スペースとしても大活躍しておりますが、でもさすがにちょっと高すぎるなって感じがするんで、ちょっと高さを今度下げようかなと思ってますね。でもこれめちゃくちゃいいですね。そして寒くもなくなりました。床から離れるので。ちなみに暗くなってから照明をつけた感じはこんな感じです。まずここに、ソノスのスピーカーのテーブルランプがあって、入ってきた時はこれが明るいと。で、ここら辺のカウンターのスペースを照らしてくれて、キッチンの照明つけてなくてもほのかに、明るいっていう感じで、何か物を取るくらいだったらわざわざキッチンの照明つけなくてもいいので、ここに照明あるのはかなり便利です。で、デスクの後ろにもこういう縦型の照明を置いて、これね、すごいぼやっと光ってくれる感じがすごい綺麗なんですよね。この暖かい光がすごいいいです。で、ベッドサイドにも1個照明がありますね。テーブルランプがあります。で、こっちのベッドの足元のとこにこう上に向かって光を出すタイプの照明を置いてて、これのおかげで天井がかなり明るいです。で、一応天井にはこういう紙製のシェードをつけた、照明を置いてます。で、これダクトレールなので位置を調整することができます。そして増やしたりすることもできますね。何個かつけたりすることもできます。前何個かつけてたんですけども、1個だけにしちゃいましたね。でもこれだけで十分。これもね、いつもはつけてないんですよ。ちょうどこのソファーのテーブルの上に、来るように設置してるんですけれども、あそこでご飯食べたりするときにつけるようで、普段はこれつけてないですね。こんな感じ。そんなに明るさいらないときはこの周りからの明かりでいいかなっていう感じで、こんな感じですね。これはね、あんまりつけることないかな、正直。これもあんまりつけてないです。だからいつも夜過ごすときはこんな感じですね。この4つの照明、ちょうど部屋の四隅に、照明を配置してるような感じですけど、こんな感じにしてますね、照明は。ちなみにもう一個シーリングライトをつける、ソケットがあるんですけれども、あそこは使ってないですね。そう、このデスクのこのバーライトがどんな感じかというと、こんな感じです。
こうやってデスクの下だけ照らしてくれる感じで、周りが下手に明るくなったりとかしないし、しっかりここは明るくなってくるので、これは結構ありがたいです。こんな感じですね。はい、ということで、この私の住んでいるこの部屋を紹介してみました。だいぶこの3年間いろいろ考えて工夫して、なのですごい自分のお気に入りスペースになったなっていう感じで、どこを切り取ってもよく見える部屋になったなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。